放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第88話、願いの完成。補給路の向こうで誰かが名を呼んでいた。雑音に紛れてはっきりとは聞き取れない。だがユウマは振り返らなかった。今は剣から意識を離したくなかった。歩くたび布越しに伝わる感触がさっきよりも確かになっている。鼓動ではない。だがただの錯覚とも思えない。落ち着け。自分に言い聞かせる。進化は意志がなければ始まらない。まだ何も命じてないはずだ。そう思った。次の瞬間だった。背後で誰かがかける足音、乱れた呼吸、切羽詰まった声。ユウマ様。振り向くと治療兵の太りが立っていた。顔色が悪い。さっきの女兵が容体が急変しました。胸がわずかに強くなる。急変。問い返した声は思ったより低かった。治療兵は一瞬だけ息を詰まらせ、必死に言葉を整える。脈は1と安定してたんですが、理由がわからないまま急に落ち始めて、意識も戻ったり遠のいたりで、今は呼びかけてもほとんど反応がありません。ユウマは剣を握る手に力を込めた。さっきよりも明らかに強く、布の下で何かが脈打っているような。錯覚だと言い聞かせてももうごまかせないほどに、まるで急げと言われているみたいだ。今すぐ行きます。短くそう告げ歩き出す。治療兵は慌てて前を走り出した。補給路を吹き返す間、剣は再び静まり返っていた。だがそれは眠っているというより息を潜めて待っている沈黙だった。医療テントに入ると空気が違った。騒がしさではない。張り詰めた静けさが張り付くように漂っている。管理寝台の上で女兵は横たわっていた。目は開いている。だが焦点が合っていない。来てくれたんですね。声は前よりもかすれていた。それなのに不思議と芯があった。無理に喋るな。体を休めないとダメ。今言わないと間に合わない。ユウマはゆっくりと寝台の旗へ寄る。剣を抱えたまま彼女の視線が剣に落ちた。一瞬だけ確かな安堵が浮かぶ。お願いがあります。そらさずユウマを見る。もしこの剣が呪われているのなら、父の魂もすっと苦しんだままですよね。唇がわずかに震える。だが瞳の奥は妙に澄んでいた。それでもあなたなら終わらせてくれますか。テントの中の空気が止まった。それは武器を強くしてほしいという願いじゃない。誰かの終わりを吹き受けてほしいという言葉だった。ユウマは剣を見る。そして彼女を見る。偶然じゃない。この場に呼ばれた理由を和定できなかった。終わらせるっていうのが即打って意味なら、ゆっくりと剣を持ち帰る。俺がその即位を吹き受ける。その瞬間だった。剣の内側で何かがはっきりと目覚めた。布越しにも伝わるほど確かな反応を抑えきれない脈動が膨張を続け、今にも爆発する寸前のように膨れ上がっていた。女兵の瞳がほんの一瞬だけ安堵ではない喜びに近い色を帯びた。進化はまだ始まっていない。だが始めるための言葉は全て揃ってしまった。そして今剣はもう待っているのではなく、始まる瞬間をこちらに突きつけていた。剣が静かに熱を帯び始めている。燃えるような熱じゃない。氷の奥で何かがひび割れ砕け散る直前に似た不吉な温度。ユウマは無意識に息を止めた。来る。まだ触れてもいない。進化させると決めたわけでもない。それなのに剣は
女の言葉を不定できなかった。わかりました。福君。熱意を込めて、この剣が背負わされてきた終わらないものを、今、ここで始めます。そして、心の奥で、はっきりと命じた。進化しろ。その瞬間、剣の奥で、何かがほどけた。爆発はない。明かりも雷鳴も衝撃もない。ただ、空気が重く沈み込んだ。世界が、一瞬だけ呼吸を止めたみたいに、女兵は待っていたかのように目を閉じると、ぎゅっと胸元を掴んだ。ユーマはその仕草を見逃さなかった。指が布をかきむしり、爪が食い込む。今まで必死に抑え込んでいた何かが、一気に解放される。次の瞬間、空気の底で、歪みが走った。剣と女兵の間に、見えない線が強制的に結ばれる。つながった。直感は、激しく警鐘を鳴らす。だが、もう遅かった。剣は、はっきりとこちら側へ踏み出してきた。これが進化の始まりだ。何百回と見てきた。あの感覚そのもの。言葉が喉で潰れる。その時、女兵の体から、かすかなや、とんでもなく濃密な魔力がにじみ出した。弱々しいものではない。長い間、押し殺し、封じ込め、息を潜め続けた圧縮された意志が、今、溢れ出している。抑えてたや、封じてたんだ最初から。力を持っていなかったわけじゃない。使わなかったのでもない。存在しないものとして、鍵をかけていたんだ。ユーマ、静かで、冷たい声。もうごまかす必要はない。名を伏せる理由もない。女兵は目を閉じたまま、唇を歪めた。ここまで来ればもう、誰も止められない。治療兵が、と言葉にならない違和感を感じ取った。そこにあったのは祈りなんかじゃなかった。ただの確信だけ。その声にはもう怯えはなかった。震えも迷いもない。ただ完成を迎えに行く者の声だった。剣が低くなる。金属音ではない。概念がくしみ、世界の理が削られるような不快で恐ろしい共鳴。待ちで、ユーマの口から焦りが溢れ出す。今じゃない。わかってる。制御できない。止められない。それでも言葉が勝手にこぼれ落ちる。剣はもう答えない。進化は起きるかどうかの段階じゃない。どう完成するかだけが残されている。必要だったのは始める意志と刻み込む願い。その瞬間、テントの外で空気が裂けるような気配が爆発した。床を蹴り砕く衝撃と、早すぎる。セレスだ。索敵を張り続けていた彼女が最悪の反応を捉えて、ほぼ瞬間移動並みの速度で飛び込んでくる。間に合うかどうかじゃない。もう飛び込むしかないと判断した速度。その直後、必死に追いすがる足音。いいなだ。だが、もう、遅い。剣は完全に目を覚ました。ユーマの手の中で、進化を待つ剣は、進化を始める器へと変わり、今まさに取り返しのつかない一歩を踏み出そうとしていた。そして女兵の唇が、ゆっくりと動く。ありがとう。ユーマ、その声は、どこか遠く、どこか嬉しそうで、次の瞬間、剣が、まばゆい光を放ち始めた。続く。第89話、常闇の苗床。